こんにちは、メグです。今日から新しいシリーズを始めます。このシリーズでは、日本で一番古い本、古事記の物語をわかりやすい日本語で話します。古事記の世界を楽しみながら、日本語を勉強しましょう。これはシリーズの1回目のビデオです。このビデオでは、古事記ってどんな話？面白いの？と思っている皆さんに、古事記のことを少し紹介しますね。古事記は今から1300年以上前に作られた本です。712年に大野安丸という人が書いたと言われています。この本には神様がこの世界を作った話や日本という国がどうやって生まれたのかということが書かれています。つまり、古事記は日本の始まりの物語なんです。では、どうしてこの本を作ったのでしょうか？その頃の日本は少し不安定な時代でした。天皇になるためにたくさん激しい戦いがありました。天皇が選ばれた後も国の中はまだ落ち着いていませんでした。そこでその時の天皇は日本の神話や伝説を一つにまとめて天皇の国として人々に伝えようと考えました。古事記には天皇は神様の子孫であるという考えが書かれています。つまり、古事記は日本の歴史をまとめただけでなく、天皇の力を正しく伝えるための本でもあったのです。古事記は3つのパートに分かれています。1つ目は神様の時代です。天と地が生まれて、たくさんの神様が現れます。私はこの神様の時代が一番面白いと思っています。このシリーズではこの一つ目のパートをできるだけ詳しく、そしてわかりやすく紹介します。二つ目は天皇の時代の始まりです。一番最初の天皇、神武天皇から15番目の天皇の物語です。3つ目も天皇の時代の続きです。16番目の天皇から33番目の天皇までの話が書かれています。古事記にはいろいろな物語があります。神様の恋の話、喧嘩の話、そして悲しい別れの話などです。例えば、イザナギとイザナミという神様が日本の島を作る話。アマテラスという太陽の神様が洞穴に隠れる話。でも、古事記はただの昔話ではありません。日本の文化や考え方のルーツがこの中にたくさんあります。つまり、古事記を知ることは日本を知ることなんです。このシリーズでは古事記の物語をわかりやすい日本語で話します。物語を聞きながら日本語のリズムや言葉の使い方を自然に勉強することができます。物語の後には質問のパートがあります。内容を思い出したり、自分で考えたりすることでもっと日本語の勉強ができます。楽しみながら少しずつ古事記の世界を旅していきましょう。今日はここまでです。次回は神様たちの誕生の話です。
神様の名前はちょっと難しいので、このシリーズではわかりやすいカタカナの名前で紹介します。どうぞお楽しみに。ありがとうございました。ではまた。